油の部分がですねパリッと焼けたので、そしたらこの面を下にして、で軽くこう絡めるぐらい。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は豚のバルサミコ焼きを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。豚リブロース、ニンニク、トマト、ズッキーニ、イタリアンパセリ、パイナップル、バルサミコ酢、塩、胡椒、オリーブオイルです。はい、それでは今日は肉料理シリーズということで、日本のイタリアンの肉料理の定番の豚のバルサミコ焼きを作っていきます。でこの料理はとてもシンプルなんですけど、バルサミコ酢をたっぷりと使っていくっていうことと、あと今日の付け合わせはですね、ちょっと遊びを加えたような、料理をこれから早速作っていきます。はい、それではまずは今日はですね、スーパーで買ってきた豚のリブロースです。で気持ち厚めのステーキぐらいのこのサイズのお肉ですね。これを下処理していくので、塩をまんべんなく打っていきます。これは肉に対して 1% ぐらいまんべんなくで、この油の面もちょっと熱いので、ここにも塩をします。でこの状態で豚からしっかりと水分が出るまで置いておきます。で豚脱水させてる間に付け合わせの野菜を切っていきます。トマトは半割りにしてくし切りにします。バットに並べたらトマトに塩をしてうまみのベースを作っていきます。でズッキーニは食感と、あとはイタリアンとして意識させる食材として使っていきたいので、輪切りにカットしていきます。であと付け合わせは要はジューシーな甘みをアクセントとして加えていきたいので、少量のパイナップルを使っていきます。であとはイタリアンのこのベースのニンニクは、お肉も焼いていくので潰して皮付きのままですね。であとイタリアンパセリはこれも付け合わせに使っていくので、今日茎のですねここの部分を一緒に刻んでいきます。もう軽くこんな感じです。今日のこの肉料理は、豚肉をこのバルサミコで煮込むような料理なんですけど、イタリアに行くと伝統的なお肉料理の一つです。で一番分かりやすく言うと、イタリア版酢豚っていう感じで、味わいもですね本当に日本人が食べたら馴染みのあるような味わいで、今日この付け合わせにパイナップルを使ったのも酢豚っていうこのニュアンスから取ってちょっと遊びを加えたんですけど、パイナップルとですねこの豚とバルサミコを一緒に食べるととんかつのような味がする、とても面白い料理になってます。でもですね、料理にパイナップルは苦手っていう方は全然入れなくても美味しく作れます。で今だいぶ時間を置いていったんですけど、もう豚肉って結構水分が出るんですね。この状態です。なのでこの水分をしっかりとペーパーで拭き取ります。でこの脱水した豚に胡椒少しして、で裏面も胡椒して、はい、この状態で焼き始めていきます。でまだ冷たい状態です。少量のオイル、これはイタリア料理なんでオリーブオイルなんですけど、何でも油は実際大丈夫です。で潰して皮付きのニンニクです。で肉は油を下にしてこの状態で火をつけていきます。で豚肉ももうちょっとですね、塊の火入れだったら支えなくてもいいんですけど、これぐらいの厚みだとちょっとパタって倒れる恐れがあるんで、持ちながら油の部分をですね焼いていきます。はい、今ですね鉄フライパンで焼いてるので煙が上がってきてる。でまだ麺は焼いてない、この油の部分だけ焼いてる状態です。で最初にこの油をですねしっかり焼いてカリカリにするイメージです。で一回ちょっと見てみましょう。まだですねもうちょい焼き目つけたいので、しっかりとこのフライパンにちょっとこすりつけながらですね油の面を焼いていきます。で今ですね油がだいぶフライパンに落ちていって、でその油が加熱されてニンニクのいい香りもね立っている状態です。はい、そしたら今油の部分がですねパリッと焼けたので、そしたらこの面を下にして焼いていきます。
ですぐひっくり返して、1センチぐらい少し厚みがあるお肉なので、ゆっくりゆっくりですね焼いてあげます。で今両面ですね赤いところがなくなる状態まで焼けたので、じゃあ一回バットに上げて休ませていきます。でこのお肉を一回置いて、でまだですねまだ生な状態です。でもお肉はしっかり温まっているので、この状態で 4,5 分ですねゆっくり休ませながら火を入れていきます。ちょっとアルミが切らしてたんで、そういう時は僕はバットするんですけど、バットがない方はこうお皿重ねてやるやり方でも大丈夫です。はい、それでは休ませてる間に付け合わせ作っていきます。で今フライパン一旦冷えたんですけど、もう一回温めて、で軽く温度が上がっていったらズッキーニから焼いていきます。でズッキーニはまだ塩を何もしてないので、こう断面に軽く塩で裏面にも軽く塩で、今日はズッキーニは食感として入れていきたいので、焼き目そこまで意識しなくて大丈夫です。で軽く焼き目がついたらパイナップルで、パイナップルは、焼きパイナップルみたいなニュアンスで、もう温まれば大丈夫です。絡める程度で、絡まったらこのズッキーニとパイナップルはちょっとお皿かバットか避けておきます。で次に皮付きのこのニンニク、この皮を剥きます。そうするとですね火が入ってるとつるんと剥けるので、今この余ったオリーブオイル、足りなかったらちょっとオリーブオイル足してください。オリーブオイルを少量だけ足して、でこの皮はもう使わないです。でこの柔らかくなったニンニクを潰す。で潰しながらオイルの中に、で潰すとですねこの中の芯の部分が出てくるので、そこも外して、ここでニンニクオイルのですねベース作ります。でここで今ニンニクのですね中の部分のいい香りがオリーブオイルと豚の脂に溶け出したので、そこまでいったらマリネしたトマトを加えます。でトマトを入れたらちょっと断面を最初焼いて、でこのニンニクオイルをトマトにまとわせる。で焼いていくとですねもううまみのベースというか凝縮ベースができるので、それとステーキの相性が最高にいいんですよね。でトマトの火入れ加減はこうなんか押した時にも潰れるぐらい結構柔らかめがですね美味しいです。なのでトマトしっかり火入れていきます。でトマトにですね火が入ってきたので、最後ちょっと美味しいオリーブオイル加えて、でここにイタリアンパセリ、これがですね本当に粗く刻んだので、今日サラダ感覚のイタリアンパセリです。トマトに和える、これだけで美味しそうですね。でイタリアンパセリが絡んだら、このトマトもちょっとバットに避けておきます。でさっともうペーパーでさっと拭くぐらいまでしたら、休ませた豚をもう一回焼いていきます。でこの次にやるのは、この豚肉の、断面にですね焼き色をしっかりつける作業です。で1センチのお肉なので結構すぐ火が入ります。なのでここでは焼き色を両面しっかりつける。そしたらもう一回ですねバットに上げていきます。でここでもう火加減はですね中の強火か強火で焼き色しっかりつけちゃって大丈夫です。でちょっとこうフライパンをですねこう全面使いながら焼き色をつけていきます。
でこれもこまめにひっくり返しながらです。で今徐々に焼き目はついてきたんですけど、リブロースとか肩ロースの部分ってここの脂の部分がちょっと焼けない場合があるので、そういう時はですね、この脂の部分ちょっと押して設置させて焼き色をつけていきます。で今もうだいぶ焼き色がついたので、一回こうちょっと触ってみて、今もう熱々の状態で弾力が返ってきているので、もう火はだいぶ8割ほど入っている状態で、皮目もですね焼き色、美味しそうな焼き色ついてます。そしたらもう一回揚げて、でこの状態でもう一回ですねゆっくりと休ませると肉汁も少し出るので、その肉汁と今このフライパンの中に残ってる肉のうまみとですねバルサミコを煮詰めたソースを作っていきます。はい、それで今また5分ほど休ませたんですけど、こうした時にもう豚にちゃんと火入ってる状態で、軽くこの肉汁も出てます。でこの肉汁を火をつけて、でこのフライパンにもですね肉のうまみはついてるので、ここで豚の肉汁とでバルサミコが入ります。であとはですね火を入れていけば、バルサミコにいい感じにとろみがつくので、もうそれでいいんですけど、そもそもバルサミコってものによってもメーカーによっても味とかですね、酸味とかですね、甘みとか違うので、どれ使えばいいのって思う方多いと思うんですけど、スーパーに売ってる一番安いバルサミコで大丈夫です。そのですね酸味が今日ポイントになってくるので、それを煮詰めることによっていい感じのですね酢豚っていう感じになります。はい、それで1回だけちょっとソース沸かしたら、もうちょっととろんとした状態になったので、最後に豚肉をですね戻して、で軽くこう絡めるぐらいで、この肉の表面がですね照りがいい感じに出たら盛り付け入っていきます。でこのソースがですねとろっと少し余っている状態、はい、これで盛り付け入っていきます。はい、これで豚のバルサミコ焼き完成です。はい、それではいただきます。うん、おいしい。美味しいですね。うん、皆さんこれはですねちゃんとした本当にイタリア料理、イタリアにもあるものなんですけど、本当に馴染みのある味わいで、もうちょっととんかつみたいなニュアンスがあるので、もうご飯ですね絶対用意してください。で今日のこの肉料理は、現地に行くと、今日のようなリブロースではなくてヒレ肉でやることが多くて、もうバルサミコで煮込んでいくので真っ黒なお料理で結構地味なんですよね。でもイタリア料理のやっぱり肉料理のいいところっていうのはシンプルで分かりやすいっていうところだと思っていて、だからこそ多くの人に受け入れられるし、すごく美味しい力強い料理になるのかなと思ってます。でそれプラスですね、今日この作った付け合わせみたいなこのアクセサリーというか遊びの部分を入れると酢豚っぽくもなるし、とんかつみたいな要素も生まれるから、今日僕ご飯大盛りを用意しているっていう感じですね。はい、ごちそうさまです。今日のこの料理なんですけど、ジャパニーズイタリアン代表的な肉料理の一つなので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。